こんにちは、CX です。以前レビューしたシャンリンの UA ミニですが、本体に物理ボタンによるボリューム調整機能がなく、さらに設定を変更するアプリ利用などの機能も持ち合わせていません。ボリューム調整は接続するデバイス側のボリューム調整に依存する仕様となっています。しかし UA ミニ自体のボリューム設定が最大もしくは最大に近い状態と思われ、接続デバイス側のボリューム最小位置でも大音量状態で聞くに耐えない状態です。シャンリンには管理アプリエディクトプレイヤーがあります。購入時には未対応ですが、今後の対応を確認するべくメーカーに問い合わせをした結果、回答はノー。理由としてはプラットフォームの違いでアプリエディクトプレイヤーを利用できないとのことでした。残念です。そのため他の手段を模索した結果、この使用方法に落ち着いた製品でした。決線状態はシンプルではありませんが、ディスタンスアダプターなるツールを追加することで最小音量時の爆音問題は解消することができました。だがしかし最近アリエクスプレスでアプリエディクトプレイヤーに対応した UA ミニを発見しました。ということで今回の製品はシャンリンの USB DAC UA ミニ APP です。仕様を見ていきます。DAC チップはシーラスロジック製の CS43131 にオペアンプには SGM8262 を搭載しています。その他スペックを見る限り UA ミニと同じ数値になっています。部品構成などは変更せず、設定管理アプリ対応の機能を付加した製品となっているようです。外観、音質を含めての違いはどのようになっているのか興味深く思うところです。パッケージを見ていきます。これがパッケージになります。UA ミニアップということですが、UA ミニとの違いを認識できる点はないように感じます。唯一添付されたバーコードラベルに APP の文字が記載されている点で認識できますが、パッケージについては共通のもののように思います。これらを見ると APP の仕様は急遽追加された仕様のような印象を受けます。これが UA ミニのパッケージになります。少し見比べてみますが、やはりラベルの記載以外に違いはないようです。開封していきます。マグネット式の蓋を開けると本体が出現します。そしてその下には付属品が収納されています。内容物は本体、紙類です。
外観を見ていきます。本体色は黒、青、橙の3色となっています。今回はその中から橙色を選択しました。見た感じ、筐体色の違い以外に UA ミニとの違いを感じるところはなく、ほぼ同じ筐体と思うところです。UA ミニ、実物と見比べてみます。こちらが UA ミニです。筐体表面の仕上げと色以外に差異は感じられないかと思います。UA ミニアプリの本体色に黒を選択したらどうなのか気になりますが、画像を見る限りではシルバー系の部分の色に違いがあって識別はできそうな感じはします。今回は容易に識別できるように橙色を選択してみました。機能について、 UA ミニでは USB-C デジタル音声入力から 3.5mm ジャックアナログ音声出力への変換機能のみとなっていましたが、 UA ミニアップになってアプリエディクトプレイヤー利用が可能となり、かなり利便性が向上しました。そして最小音量問題を抱えていましたが、デフォルト設定が見直されたようで、音量に関してはアプリを利用しなくても最小音量時に爆音とならず、そのままの状態で iPhone 14 Pro、Pixel 9a の環境で利用できるようになりました。肝心のアプリエディクトプレイヤー対応内容ですが、通例のごとく利用できるのは Android 版のみとなります。設定管理の内容を簡単に見ていきたいと思います。UA ミニアップ P を接続後、エディクトプレイヤーを起動させて機種選択画面に遷移すると、この画面に UA ミニアップ P の選択肢が表示されます。 UA ミニの場合には選択肢が表示されません。シャンリン UA ミニを選択するとこの画面になり OK 大岡で進みます。すると管理画面に到着します。設定項目としては音量、デジタルフィルター、UAC モード、ゲイン、LR バランスといった内容です。デフォルト状態では音量80、ゲインローの設定となっていました。この辺の機能負荷により最小音量問題を解消しているようです。デジタルフィルターは DAC チップ内蔵の機能なので、設定管理できる UI を用意する・しないで利用の可否が分かれることになります。 CS43131 は5種類のデジタルフィルターが用意されているので、その中から選択することができます。設定した内容は UA ミニアップ P 内にメモリーされるので、 Android デバイスで設定して iOS デバイスでその設定内容で利用することが可能です。消費電流量について、1時間使用した際の消費電流量を計測していきます。測定条件はこのような感じです。測定結果はご覧の通りです。
この消費量は UA ミニより 10mA ほど増加している数値となります。そして手持ちの USB DAC 内では DC04 Pro と同じくらいになります。音質について、音色の特徴としては中音域が前に出ている印象です。中音広域から高音域にかかる帯域まで存在を感じますが、その先の高音域は減衰している印象。その境が耳に刺さり気味に聞こえてくる帯域のあたりで良い印象ではないという CS43131 っぽい音色に感じます。この高音域の癖はソースがハイレゾの時に感じられる内容であり、高音域の音の情報が多くないソースでは体感しにくいかもしれません。低音域は特に暴れる感じなどはなくフラットな感じです。イメージとしてはこんな感じです。そして UA ミニとの違いですが、音質に関しては違いは感じられない印象でした。収録した音を流していきます。収録の条件としてはこのような感じです。音量注意。いかがでしたか？アプリエディクトプレイヤー対応の機能が導入され、最小音量の問題も解消されました。
そして Android 版限定ですが、デジタルフィルターの選択機能や UAC モードの選択、ゲイン選択、LR のバランス調整も可能となり、とても利便性が向上した製品になったように思います。音色の好みが合えば選択肢の一つとなるかもしれません。ただ UA ミニの時点でこの数順にしてほしかったと思います。くれぐれも購入の際には間違わず選択してください。